お疲れ様です。黒金です。本日もポケモンレジェンズ Z へやってまいります。よろしくお願いします。本日の動画なんですが、今作レジェンズ ZA になってから従来のポケモンシリーズと大きく仕様の変わった部分が多々ありまして、その中でもバトルがターン制からリアルタイムバトルに変更されたというのが非常に大きいかなと。それに伴いまして、今までターン制バトルで素早さの高い低いで先制後攻が決まっていた部分がリアルタイムバトルに変更されたことによってその仕様が廃止されました。本作のステータス素早さは果たしてどれぐらい重要なものなのかっていうのをちょっと検証していこうかなと。あとそれ以外の部分でもね、細かい部分ちょっといろいろ検証していきたいなと思いますので、最後までお付き合いくださいませ。それではやっていきましょう。さあ、まずは素早さの概念なんですが、先ほども言いましたが、今までのターン制バトルの場合は素早さが高い方が先制を取れて遅い方が後攻という風に決まっていたんですけどね、今作はリアルタイムバトルに変わって素早さが影響するものっていうのは技の発動時間に変更されたという点です。じゃあこの技の発動時間がどれぐらい素早さが高くなることによって違うのかっていうのをある企画を使って検証していこうかなと思います。こちらにですね、ギャラドスを3体用意しました。このギャラドスはそれぞれ素早さ、S ですね。S の個体値0と個体値31マックスと個体値31プラス努力値を252素早さに振っていると。この3体で同じ技を打ってどれぐらい技の発動時間に影響するかっていうのを比較していこうかなと思います。技っていうのはロックオンして技を選択して発動してこうやって次の技を打つためのクールタイムがあると。はい、これで次の技が打てるようになります。それでは早速比較映像をご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。思ったよりは差が少ないかなっていうのが個人的な印象です。ランクマバトルとかやってるとね、この1秒差っていうのは結構大きな差になってくるかもしれないんですけど、正直 S に250に努力値を振るのであれば、素直に HP に振って階級上げた方がいいのかなっていうのはちょっと思うところなんで、この辺はちょっと好みにはなってくると思うんですが、なのでそこまでがっつりやるわけじゃなければ HP に努力値マックス振って、あとはお好みで攻撃もしくは特攻に曲振りでいいのかなと。で、余った努力値に関しては素早さなり防御に振るなり、これもお好みでいいと思います。はい。で、技の速度の検証は終わったんで、ついでに移動速度にも影響あるかっていうのもちょっと調べてみようと思います。やり方は技を打ってターゲットの場所まで移動して技を打つと、その間の時間で移動速度の差があるかを検証していきたいと思います。それでは比較映像の方をどうぞご覧ください。はい、移動速度に関しては正直誤差の範囲というかおそらく違いはないと思います。移動速度の差がなくて技のクールタイムだけ影響するっていうところを見ると、素早さの重要度っていうのは個人的には正直低いのかなっていうのが感想ですね。今後ランクマ環境とかが進んできてこのポケモンを意識して構築を組みたいとかそういうのが出てくると、また環境が変わったら育成方法も変わるのかなと思います。ちなみに努力値のお話をちらっとさせていただきたいんですが、そもそもポケモンの能力っていうのは3つの項目に分かれます。
種族値、個体値、努力値、この3つですね。種族値というのはポケモンの種族ごとに決められたステータスになってます。で、個体値っていうのはポケモンの種族ではなく、もうポケモンごとにランダムで0から31までのステータスが各6つのステータスごとに割り当てされているステータスになってます。努力値というのは1個のステータスに最大252まで振ることができるステータスで、努力値4につきステータスが1増えます。で、1個のステータスに250に触れるということは最大で64ステータスが高くなると。で、ちなみにこれはレベル100で換算した場合なので、ランクまで使われるレベル帯50では32の差が出る計算になります。努力値というのは振り方が大きく分けて2つあります。1つは野生のポケモンを倒す方法と、あとドーピングアイテムっていうのを使う方法に分かれます。野生のポケモンを倒した時に得られる努力値っていうのはポケモンの種類ごとに決まってます。で、今作 ZA に関してはエンカウント制ではなく完全にシンボル制になっていて、しかも一度ポケモンを倒すと次湧くまでに少し時間がかかる仕様上、野生ポケモンを倒しての努力値上げっていうのは少し効率が悪いです。そんな時にはこのドーピングアイテムですね。このドーピングアイテムを使うと努力値が10増えます。1個のステータスを最大の努力値にするのに25個プラス2ですね。2使うのにこのドーピングアイテムを使うのはちょっともったいないんで、この羽は1個使うごとに努力値が1増えます。ちなみに努力値は全てのステータスに振ることはできず、合計で510までしか振ることができません。なのでよくある振り方としては HP に252、攻撃に252、これで合計で504、残り6を余った別のステータスに振ると。素早さとか防御とか特防とか、まあお好みでこれはいいと思います。ちなみに先ほどのこのドーピングアイテムなんですけど、ポケモンセンターでストーリーを進めていくと1個5000円で買うことができます。1体のポケモンを努力値マックスにしようとすると25万円のお金がかかると。結構な出費になるんで、この辺はね ZA ロワイヤルインフィニティで配達員さんとか倒したり、あと ZA ロワイヤルのリワード戦をやると報酬でもらえたりとか、ZA ロワイヤル進めるのもありかなと。ランクマ戦が結構今報酬が熱くなってまして、金の玉がもらえたりとか結構換金アイテムが多くもらえますので、それらを売ってドーピングアイテムを買うっていうのもありかなと。さあ続きまして親分個体ですね。レジェンズシリーズでおなじみのこの体の大きな子、親分個体って言うんですけど、通常の子と比べるとだいぶ体の大きいのはわかると思うんですが、今作はリアルタイムバトルに変更されたことによって技に範囲というものが設定されてます。波乗りとかこんな感じで横に広く攻撃するわけなんですが、親分個体だとかなり大きいんですよ。こんな感じで。なので親分個体は範囲技を使う時には通常個体よりも結構有利に立ち回れるのかなと。どれぐらい違いがあるのかっていうのも比較映像をご用意しましたので、よろしければご覧ください。どうぞ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。思ったよりも差が結構広がりましたね。範囲技を使う体の大きいポケモンはやっぱり親分個体を狙うのが一番いいのかな。ただマッリョみたいな体がすごくちっちゃい子とかでランクマ使う時なんかはヒットボックスが小さくなる分有利に立ち回れるんで、逆にこういう子は親分を狙わずに通常個体を使うとか、使うポケモンに合わせて親分にするしないっていうのを選択すればいいのかなと思います。範囲技を使うポケモンはやっぱり親分を選んでおけば間違いないかな。でかいね。やっぱり波乗りの威力がすごそうだ。波乗り以外にも地震とかヘドロウェーブ、あと流星群とか、この辺が結構範囲技で使われそうな技なんで、ランクマをしっかりやりたいっていう方は親分にするしないっていうのはしっかり考えた方がいいと思います。余談なんですけど、親分個体は捕まえた段階で HP の努力値が250にすでにマックス振られているのと、個体値も捕まえた段階で 3V が確定しているので育成が楽にはなります。先ほど個体値の話をちらっとしたんですが、今作も個体値を上げるアイテム銀の王冠もしくは金の王冠を使って、こちらのジャスティスの会道場でこちらの女性に話しかけて銀の王冠もしくは金の王冠を使って個体値をマックスに上げるということができます。
ちなみに先ほど出てきました個体値に関しては一度上げると下げることはできないんですが、努力値を下げるっていう方法はあります。こちらのザロクの実、ネコブの実、タポルの実、ロメの実、ウブの実、マトマの実がそれぞれ対応したステータスの努力値を下げることができます。この木の実を売ってる場所なんですが、屋台で売ってるんですけど、実はマップでファストトラベルで飛べないのと、あとピン刺しができないんですよ。なのでちょっと簡単に売ってる場所をご紹介していきたいと思います。このカフェ男前っていう場所があるんですけど、このカフェ男前に飛んできました。でそっから右ずーっと奥行ったところに木の実屋さんがあるんですけど、ここに先ほどの努力値を下げる木の実が売ってます。ちなみに木の実は1つ与えるごとに努力値を10下げることができます。なので250に振ってある努力値を0にするには26個必要になります。ただ今作残念ながらまとめ買いができないので、ポチ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 地道に買うしかありません。それと忘れてはならないのは性格なんですが、例えばこのメタグロスは今攻撃が矢印上向きのものがついてて、特攻が矢印下向きのものがついてます。これは攻撃が高くなって特攻が下がる性格にしていると。この性格補正は上がる部分が 1.1 倍、下がる部分が 0.9 倍という計算になってます。育成をする上で個体値を厳選するのはもちろんなんですが、この性格っていうのも大事になってきます。ただこの性格に関してはミントを使うことで簡単に変えることができるので、そのミントを売ってる場所もご紹介したいと思います。さあ、先ほど努力値を下げる木の実を売っている屋台を紹介したんですけど、こちらの少し左に行ったところですね、こちらの屋台の方に素早さ補正をかけるミントを売ってる場所があります。で素早さ以外のミントはここの今ピン刺ししてあるここなんですけど、ここに行けば売ってます。ちょっと行ってみたいと思います。でこのカフェかわいがりにファストトラベルをして大通りに出て右に行きます。でここの小道に入ってこの屋台が立ち並んでる場所にミントがたくさん売ってます。まず入り口入ってすぐのところに攻撃系のミント、2番目に防御系で、こちらの帽子のお姉さんのところで特攻系のミントで、最後こちらのお兄さんのところで特防系のミントが売ってます。今作はレジェンズ・アルセウスと違って対戦系が結構熱いゲームになると予想されますので、お気に入りのポケモンを捕まえて自分好みに育成してみてはいかがでしょうか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いろいろちょっと駆け足で説明してしまったんで、ちょっと説明不足になってしまった部分もあるかもしれないんですが、他にもこういうの気になるなとか、これどうなんだろうっていうのがあればコメントで教えていただければできる範囲でお答えしたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。